はい、世界を旅する48歳ルイフです。今どこにいるかというと、関西国際空港に、おります。今回はですね19日間の、旅を予定しておりまして、行き先はですねとりあえず、バンコク経由でサウジアラビアのジェッダに、行きます。ジェッダ行ってメッカとかね、世界遺産の旧市街地が、ジェッダにありますので、そこで、イスラム教に、触れてですね、そこから、近東の、ヨルダンに行ってきます。昼だけどヨルダン、寒いですね。ヨルダンに行って、実際ねヨルダンのアンマンまで飛行機が取ってますけど、その後は、決めてますので、また今回は気分で決めたいと思います。さてどこに行くことになるでしょうか。はい、おしゃれな空間にいます。タイのねバンコクの空港に、おります。今回ねビジネスクラスを取らせていただいたので、このねシルクラウンジの、タイ航空の、ね、シルクラウンジ使いますけど、結構ね先行かせていただいて、今回は久々プライオリティパスを使ってですねミラクルラウンジに来ました。ここもね結構ねおしゃれな感じで、アルコールほかねいろいろあるのでね、めちゃくちゃいいラウンジです。とりあえずですねサウジアラビアのジェッダに、行きます。でね、ジェッダに、正直悪いんですけど、ジェッダに行きたかったわけではないんですけどね、ヨルダンにねずっとねペトラ遺跡行きたかったので、そこに行くとなったらね、一度ねそこでサウジアラビアのねそこを経由する便結構できへんだったら、せっかくなんでねそこで過ごそうということで、まずサウジアラビアのジェッダに行ってですね、メッカとか、あとね世界遺産のね旧市街地がありますので、イスラムのアラーのね、宗教的なね国家ですけど、そこに身を、寄せたいと思います。いろいろ危ないそうなので、そっからねめちゃくちゃ迷ってますね。ブータンに行くか、クロアチアに行ってねドゥブロニクを見たりだったり、またねインドに行く、あと紅海というねベニニ海を、の向こうに行くとねもうエジプトになりますので、もう一回ねなんかピラミッドをこの目で見たいなというのもありますし、そうですね、ちょっと行き先がどうなるか分かりませんけど、気の赴くままに自分のフィーリングを信じて、朝起きた感覚で次の国に行きたいと思います。さてどの国に行って帰るか楽しみです。今回は、だいたいね19日間を、予想しております。でね1個だけねさっきトラブルがあったとしたらですね、日本円をね持ってきたんですけど、 US にね一度日本で両替しておこうかなと思ったんですけど、できなかったんですよ。でこのタイの空港でね、日本円からドルに変えられるかなと思ったけど、これ変えられないですね。こんなもんだったかな。もうタイのバーツから、他の通貨か、他の通貨からタイのっていうことしかねできないということがね分かりました。もっと大きな銀行だとできるかもしれないですけどね。だからもしするとしたら日本円からタイバーツにして、タイバーツから US にしないといけないでね、多分相当手数料がかかるのでちょっとハラハラしますけど、今回はねほぼ現金日本円のみということで、サウジアラビアでね両替できることを祈りながら、ミラクルラウンジでゆっくりしてサウジアラビアに居住に入国します。あとねこういう時に気をつけないといけないポイントがあります。まずですねよくあるあるパターンですので、空港に行ってからとか行く前にねご飯もね食べてしまうわけですよ。旅行で食べてしまいます。ご飯を食べるんですけど、中に入るとねラウンジがあったり、しますので、そこでねまた食べますんで、まずすぐねそうだったラウンジがあったということでダブルでご飯を食べることになります。でせっかくラウンジ来たんでね調子に乗ってこう食べますよね。やっぱり食べたくなるんですよ。で食べた挙句の果てには今度ね、ビジネスクラスに乗るとまたいいご飯がね出てきますので、またねたらふく食べますので、一歩間違えたらね1回で3食食べてしまうと最近ね思うのはね、必ず息で太ります。
でね、あっちでねお腹下したりして痩せます痩せるけど最後の飛行機でまた、3食とかね食べて太りますんで、皆さんね空港に着いたらラウンジがあったり、機内食が出ること、そして、このトランジットのところでラウンジに行ったりすることも踏まえてですね、目先の食欲にね走らないようにした方がいいと思います。おすすめです。ただいまね無事サウジアラビアジェッダ空港に着きました。ここにでかい水槽があります。わお、今ね、現金をねどうにか手にしましたので、今から SIM カードをゲットしに行きたいと思います。はい、無事にね SIM カードを手に入れて Uber で呼びました。3分でね着くということです。まあ安心だよね。はい、無事サウジアラビアジェッダのホテルに着きました。シェラトンです。まあねノーマルなツインルームといったところですけど、トイレはこんな感じ。はい、まあこんな感じですね。特にまあ普通といえば普通ですけど、水コンプリメンタリーがあります。コーヒーがあるじゃないですか。そしてセーフボックス。まあこっちで行くとねそんな高いかわかんないですけどね、一応27,500円ぐらいの部屋で、眺望はねなしということで、そんなにね、まあでも無事着いたということで、とりあえずはおめでとう、ありがとう。ルームサービスでノンアルコールビール頼みました。0.0%。もうねこっちはね本当にアルコールが厳しいらしくて、本当にね持ち込みも一歩間違えたらねちょっと怒られるというか、拘束じゃないけどされるぐらいバッグの中に入れててもやばいらしいです。で、ドバイとかはね結構ホテルのとかで高級ホテルだとね飲めたりすることもたまにあるんですけど、こっちはもうマジで一切ないらしいです。乾杯チェーズ。今ねルームサービス持ってきてくれましたけど、めっちゃハイテンションなお兄ちゃん。こういうのがあるとねなんか気分がすごいいいですよね。もうね今回はねちょっと US これ失敗したね。日本でね US ドルにちゃんと両替しようと思ったら、まあいいかって、どうにかなるかって、タイでも途上手続きしてもねそうなってできるかなと思ってましたらね、甘いです。何でもね僕後回しにするんでね、その時ねガソリンスタンドにしてもここで言っとけばまだあると思ってきゃねなくてね苦労するというね僕の悪い癖です。おーでかい、これ4000円ぐらいしますわ。うわーすごいね。タクシーがねちなみに70ぐらいで2800円ぐらい、空港からこのシェラトンホテルまでですね2800円ぐらいかかりました。こっちね結構物価がね高いと思います。ちなみにこのねビールも結構高いんちゃいますか。これはね1本857円です。まあでも高いよねでもいいです。ウェルカムじゃなくてなんちゅうかね、無事にしたお祝いセレブレーションなので美味しいです。シェラトンね泊まりましたけど、ちょっとね立地的にはね歩いていろいろあるところじゃないのでちょっと失敗したかなと思います。まあとりあえずねビザを取るために1泊あれしないといけなかったんでね、こんな形です。気温はね36度で、ございます。なんかね明らかに36度だけど、日本のね体感温度より絶対これはもう暑いです。
これはね30分も歩けない感じがするな。これいろいろね、ここは西海岸ジェタっていう町にサウジアラビアの、第2か第3都市だと思うんですけど、西海岸のね紅海レッドシーと書いて、よくベニーのね書いてあるレッドシーのすぐ近くにあるのがジェタです。今からねとりあえず、いつもねホテル着いたらとりあえず街をね散歩して距離感とか街並みを見ます。気候も見ますので、とりあえず歩いてみたいと思います。服装がさ、こっちは宗教警察というのがね、ありますいますので、服装とかでもね宗教警察から怒られるというか、なんか言われたりするのはちょっと心配ですけど、なのでとりあえず、無難な長ズボンをね履いて、靴を履いて、とりあえずウォーキングをしています。お寿司コーヒーハウス、あそこがね泊まってるシェラトンです。いいねいいね。なんかテンションが上がってきたぞ、やっと。なんかねこっち結構車がスローなんだよね。ジェタウォーターフロントハーバーに来てます。あれがねホテルシェラトンです。歩いてね10分もかかってないかな。思ったよりね皆さん僕はちょっとビビってね靴を長袖とスリッパも履かずにねちゃんと来ましたけど、思ったよりショートパンツ履いてたりね、スリッパでいる人がいたんで、ちょっとね服装の緩さが少しね分かりました。でも女性はね基本的には全員黒装束のね、衣装をね着られてます。ほとんどねで目だけしかね見えてない人が多くて、気をつけないといけないその人たちに、カメラをね向けては結構問題になるということになってます。はい、ピスタチオのね、ラテアイス、これいくらと思いますか1000円高えよな。こんな感じでね、いい感じの、カフェの2階にテラス席に来ました。でも暑い。こんな感じでございます。今からねカフェを飲みながらあっちに行ってみたいと思います。ちなみにこっちはザ・レッドシーです。後悔です。後悔はありません。これで皆さん魚釣りを楽しんでます。スーダンが見えますね。スーダン、アフリカ大陸のスーダンがこっち側です。オイルマネーでねどんどん建物が建ってますよ。ありがとう彼はね、日本語がね少し勉強したので話せてね、もともとフィリピンの人で、日本で働きたかったけど問題があって今こっちに来てると言ってました。クアラビアとなります。これをねつけていただきましょう。絶対うまいよね。チキンです。チキン、これをつけて、卵焼きが入ってますね。周りはねナンみたいになってて、チキンが入って、これチキンだね。これ卵焼きともさ違いますよ。チキンでした。デリシャス。トロピカルガーデン。プールがあります。いい場所だね。いい場所です。暑いねとにかく。ここはバーになってるのかな。飲み物が欲しいとこだな。飲み物が
ここら辺にでもちょっと座るか。ここに座りましょうか。今ねマックに行ってきました。もうとにかくね暑い。日本でね36度っつったらって別に変わらんじゃんみたいな感じで結構言われるけど、もうねマジで暑い。1キロでもねちょっと俺でもやばいかなというぐらい暑い、湿度が高いんじゃないかなと、思います。チェックインがね12時なので、ちょっとね、早めにね切り上げて、4日、トータルね5日滞在の予定をねちょっと4日にしようかと今プランニングしている最中でございます。はい、チェックアウト終了しました。サウジカフェチェックアウトしましたけど飲みましょう。このちょっと何時かな、なんかね生姜が入ってる感じ。しょうがないな。サウジシャンパン。めっちゃうま。シャンパン。すっきり。これはお酒代わりに。それではね、まだ今夜のホテルが決まってませんので、今からチェックしたいと思います。はい、ここがねアゴダで撮ったラハール・アルバーツアパートメント。さあね、無事予約取れてるでしょうか。行ってみましょう。チェックインできるかな。アパートメントスタイルワンワンワン、こんな感じです。アパートメントスタイルでね、受付にね一応人はいますけど、しかもね今何時だ、1時半だけどね RE チェックインさせてもらいました。十分じゃないでしょうか。これでね1万ぐらいです。全然いいよねそして窓からの眺めはこんな感じ。外は暑いです。路地裏という感じだね。でもタイルがねちょっとアラビアっぽいよね。そして十分いいじゃないですか。1万円だよ。アパートメント昨日何だったんだよね。2万7000円ぐらい。これねやっぱねホテルね直前に取るのが暑いね。十分です。十分だよね。そして十分だなこれ本当。アパートメントスタイルだね、まさしく。洗濯もできるし、いいねいいね。バスルーム、これもね十分じゃないでしょうか。歯ブラシがある。やったさっきねシェラトンなかったんでね十分じゃないですか。これで1万だったら全然いいぜ。今日はですね今ね迷ってます。もともとね4泊5日のプランでね考えておりましたけど、どうしようかなと思って。もともとねサウジアラビアがメインテーマじゃなかったので、もともとはヨルダンに行く。検索するとねどっかでトランスファーというかねするので、せっかくだからこれと思ったけど、そんなにね正直ねめちゃくちゃ見たいものがあるかというとそうじゃなかったので、来てみてねちょっと5日の要は5日目のまさしくね9月5日のアンマン行きのね飛行機取ってましたけど、1日か2日早めてもいいなというふうに今ね気が変わっている最中です。ちょっとねリサーチしながら、無駄のない予定を組みたいと思います。このコロコロ変わる感も僕の旅の醍醐味です。どうなることやら楽しみに。 Thank you。オールドシ
シティに来ました。うわはい、シーストリーク、ジェダワールドヘリテージサイト世界遺産です。おー、世界遺産だぜ。暑いけど、ここから旧市街地に入っていきたいと思います。これは何でしょうか。お酒かな。うわー、いいね。アラビックだね。アラビックだね。こっちにでも行ってみましょうか。あんまりねお店が、開いてません。石畳となっております。世界遺産だからね、世界遺産。思ったよりね人が、いませんね。思ったより人が、おりません。なんだろうね、昼間はね暑いからもともと人が出ないと言ってましたけど、そういうことでしょうか。おー、綺麗なモスクです。サウジアラビア感がだいぶ出てきましたね。サウジセントラルバンク、バカでかい銀行だね。オイルマネーがここにたくさんねいるのか。このねモザイク中がね、これがまあちょっと印象的な柄だよね。時間は、今ね何時かというと、2時45分です。朝ね、朝食食べながら、マックアラビアをね食べたところでまだ何も食べてませんので、こっちで柄がいいよね。こっちでねアラビックな中東料理をね食べたいと、思います。これはおそらくファイヤーステーションじゃないでしょうか。911って書いてあるね。すごいよね。日本だったらね固定概念で赤というイメージがあるけど、黄色かよみたいなね。これはランクルのプラド、私が前乗ってた車。こうやって見るとね結構トヨタ車が、なんだやたらこうトヨタ車が多いぞ。なんでなんでこれやたらトヨタしかない。これどういうことだ。不思議な現象です。すごいねこれ。ほとんどね、このなんか文化庁みたいなやつがなんかこうやってるのかな、改修工事みたいなものを。ここはねモスクです。モスク。綺麗なねモスクで、白装束のね男性が多いですね。モスクです。これ明らかに昔の建物をね改修するヒストリックディストリクト。多分ね国全体で、これをね多分残そうとしてる動きじゃないでしょうか。それにしてもねどこも空いてない。
この伝統の中はいいね。ああいいな、すげえなこれ。映画の世界なの、映画の世界。これは明らかに傾いてます。明らかに傾いてます。なんだこれは。うわー、なんだこれは。お先の国じゃないか。うわー、これは明らかに傾いてるぜ。うわー、すげえ。昨日Hello. Hi. すごいなあ、回収中だね、明らかに。うわー、なんかすげえな。これ日本だったら間違いなく建築基準法引っかかりまくり。もう傾いてるもんな、傾きまくってるよな。でもこのミニストリー・オブ・カルチャー、ジェダのね政府というか行政がこうやってね文化遺産みたいな感じでしっかりね残そうとしてるのが垣間見れます。うわー、すげえなこれ。見応えあるよなこれ。見て、めちゃくちゃいいわ。しかしね、もう暑い。結構ね、もう熱中症寸前でございます、本当に。で、今ね、これは多分ね300円ぐらいしますと。300円ぐらいします。エクスペンシブであっちも言ってました。これをねちょっと飲みたいと思います。さあ、どんなお味でしょうか。フルーツフレーバー。糖分が効ける。これね体には絶対良くないよね。熱中症寸前で今ねこのモスクの階段でこれを飲んでます。これはね300円ぐらいする。高いって言われましたけど、まあ高いよね。ちなみに水は、38、40円でした。もうねとにかく暑い。ちょっとねもうちょっと少しだけちょっとあっちに歩きたいと思います。もうこれねクーラーがないと本当に熱中症になります。このサンダルもねめちゃくちゃいい感じで活躍してくれてますと。
ン、アザーンが鳴りやんでなってきました。お祈りの時間です。これはさ、イスラム教の方がよく世界で、この時間になったらねお祈りを、捧げますけど、大体ね方向がもうあれとかねやばい方向がね大体決まっております。でイスラムのどこに向いてるかというとですね、ここのサウジアラビアの、メッカ、こっちねマッカという言葉で呼んだりしますけどを向けて世界中でお祈りをするということなので、本当に世界の中心がこの付近と言っても過言じゃないと思います。アルブラッドヒストリックジェダ。ここはねちょっともう修復済み。壊してるのかな。なんかあまり見ない光景だから、なんかね爆弾が落ちた後みたいな、なんかねそんな印象だよね。これはね次多分綺麗にこうやってなっていくんでしょうね。骨董品やかな、骨董品やかな。わあこれはすげえ。うわあこれはすげえぞ。なんかうわあなんだこれは。うわーすっげえ。アートジェダアカデミー・オブ・ファイン・アーツ。ジェダオールドゲート。こっからがねもう昔は門だったらしいです。オールドタウンに向けての、大規模ね改修ということでもうしょうがないですね、タイミング。そして土曜ということがね重なったことによると思いますけど、逆にね人がいなくていいフォトがね撮れたんじゃないでしょうか。それでは一度ホテルに帰らせていただきます。ウーバー待ちです。ホテルから、歩いてね数十秒のシャミグリルに来ました。朝のマクドナルドから何も食べてなくて熱中症寸前でしたのでやばい状態ですけど、ラティンスープいただきます。レンズ豆っていうののスープだそうです。美味しい。うまい。カレーみたい。カレーミックスバーベキュー美味しそう。それではいただきたいと思います。
ん、あ、うまっ。肉うめえ。ケバブかな。うん、これが来たので食べ方がわからない。いいでしょう。うん、いいね、ミックスタイル。おいしい。世界を旅する48歳ルイフです。今回はサウジアラビアの、ジェッダに来てます。ぜひ、皆さんチャンネル登録と高評価、コメントの方をよろしくお願いします。